しょうか。配信中。始まってるかどうかがわからないっていう誰か何か言ってくれたら。聞こえてますでしょうか。なんか誰かコメントくださいあ、見えてる？あ、見えてるっぽいかな。ちょっと皆さん集まりまで待ちますね。あ、でもなんかもう15人ぐらい見てくれてます。ハートがな。ハートが来た。はい、ちょっと不慣れなものですいませんあ、こんばんは。コメント来ました。あ、いいっすね。コメント見えない。で、ここに出るんで。メガネこんばんは。お、みんな聞こえてる。あ、ありがとう。お、リノさんこんばんは。0705ND さんこんばんは。ありがとうございます。見えてます。バサさん見えてるそうです。見えてる。はい。皆さんこんばんは。こっちですね。こっちね。はい。坂本トークです。坂本トークってオンライン太鼓サロンでやってるゲストを呼んで、まあダラダラと喋る企画なんですけど、はい。このままダラダラ始めますけど、今日のゲストは辻勝さんです。よろしくお願いしますはい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。ひばりさんこんばんは。ひろこさんもこんばんはこれはイガちゃんかな。こんばんはお、なんか結構もう集まってくれてるみたいですね。22。お、音が小さいよってきました。はい、あげます。よいしょよいしょよいしょ。こんなもんかな。言ってくれると嬉しいね。うん、今度逆にうるさかったら言ってくださいいいんじゃないでしょうか。はい、今日僕ちょっと昼間調べたんですけど、なんか YouTube で30人ぐらい同時に見てたら、めちゃくちゃ上位らしいですよ。本当？うん、そう、もう21人見てくれてるんで。そうなんだそうはい、今日はこんな感じでだらだらとお酒をね飲みながらやろうと思ってるんですけど皆さんも準備してくれてる。あ、音 OK だって。ありがとうございます。はい、いや今日も一日お疲れ様でした。まさらさん。では皆さんこんばんは。乾杯。イエーイ。ハイボール。今日僕はさっき実は一公演終わらせてきたんですけど、浅草カルメンっていうやつで、はい、それを終わらせて帰ってきて、まさるさんは人間ドッグ朝8時半から8時半からすごい。どうでした？楽しかった。楽しい。割とね、割と健康みたいな今日分かる結果。あ、本当ですか？人間ドッグ実は、いや、なんか健康診断もあんまりちょっといけてなくて。あ、そう。人間ドッグって40歳からですね。そう、40過ぎてからね。バリウム飲むやつ。そう、バリウム飲むか飲まずにこう内視鏡口からか鼻からか入れるか。内視鏡か。昔昔一回やったことあります。胃を壊して精神的に。いや、なんか佐渡にいる時になんか車乗ってたら急にここら辺がすっげえ痛くなって動けなくなって休みの日だったんです。そうで、なんかね調べたら胃潰瘍かもしれないって言われて、胃炎ですってなんか飲まされて。いや、俺胃炎はね、小学校の時年に1回は必ず毎年胃炎に。いや、僕そう、なんかもう寒くなる頃に1回やるんですよね。そうなんだ。今バリウム飲まないらしいですね。皆さん乾杯。ありがとうございます。はい。そうで、今回まさるさんゲストなんですけど、はい。ちょっとスタッフから腕でテーブルがガタガタしてるからすいませんね。はい。そう。まさるさんは古道のね先輩で、はい、お世話になってます。でですね、家が近くてですね、実は、ちょっとどことは言えないんですけど、なんで最近もちょこちょこ一緒に飲みに行かせていただいたりですとか、同じ舞台に出させていただいたりですとか、それでこの間話してたらちょっと坂本トークをやったら楽しいんじゃないかということで今日はゲストに来ていただきました。
ちょっといろいろな方が見てると思うんで、マサルさんの紹介をさせていただくと、あれですよね、最近は歌舞伎のうん舞台で、そうそうはい最近っていうか報道を辞めたのが2016年で、はいで辞めた年かな、その秋からその歌舞伎の舞台うんうんに和太鼓でね関わらさせてもらって、それでまあコンスタントに今までだから8年ぐらい8年、そんなやってるんですね。9年うんいや僕やらせて僕も2度ですね、なんか出させていただいたんですけど、そう市川團十郎さんのはいところというか、まあでもいろんなところでやってる、いやでも基本成田屋成田屋さんのところでそうずっとされてるんです。すごくないですか？ありがたいです、はいありがたいです、僕もだから以前出させていただいた時は、もちろん團十郎さんの舞台でジャニーズさんもそうそうそう出てたりとか、そうね、スノーマンさんか、スノーマンさんはいはい2人か豪華な華やかな舞台に、うんありがとうございました。その説はあれは2019とかコロナ前だもんね。その前でしたっけ、うん多分そう渋谷で。そうなんですよ。いや歌舞伎見たことありますかね、皆さん。意外になかったですよね。歌舞伎座とかで叩いてますんで、ぜひ。歌舞伎さんは本当にそう基本その新作で、だから古典の演目には出てないんでね。そうなんですね。新作の時にこう新しくはい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 。新しいものを入れるっていうんで和太鼓が入ることが多くて、その時に入れてもらうそもそものきっかけっていうのが、きっかけはいや僕らもそのコロナの時は坂東玉三郎さはいはいはいんの流れではなく、あれではなくて、そのお囃子の、田中伝次郎さんが、はいはい、から声かけてもらってあーそれで、じゃあまあちょっと全然別といえば別の別でそうなんですね、まあ、つながりあるっちゃあるんだけど、はいはい、すごいって書いてくれてますよ。すごいそう、すごい方なんですすごい本当にお二人とも見に行きました。ありがとうございます。何を歌舞伎、いや歌舞伎じゃない何をって歌舞伎を歌舞伎をあとはマサルさんはその和太鼓スクールのヒビカスという、浅草の宮本太鼓店さんがやってる教室スクールがあるんですけど、和太鼓の教室ね、はい、そこで大変人気の先生ということで、いやいやなんかどういういやこれもなんかいろいろなんていうの偶然じゃないけど噛み合わさって、辞めてすぐはまあ実は太鼓やろうと思ってなくてなんていうのなんか違うなんか写真見せてもらいましたよ。でもまあすぐパン屋さんそうなんかで働こうとしてバイトやろうと思って全然そうできない1日やってみて向いてないと無理無理と思って1日でやめてやっぱり太鼓やろうってそしたらなんかそう宮本さんと話す機会があったのと、あともともとその日々かす講師やってた僕の先輩の西野隆人っていう人が講師やっててちょうど辞めるっていうタイミングで、辞めるでその教室生徒さんいっぱいいるから受け継いでくれないかってちょうどその時に言われて、じゃあやりますって僕やっぱり太鼓だなと思ってたところなんです。いやなんか僕もすごい視聴者30人になったそうです。あら、ありがとうございます。これ誰が見てるかは YouTube だとわかんないですね。みたいですね。でもコメントたくさんいただいて、なんか早速コメントいっぱい来てるよ。ありがたいですね。なかなかいきなりハードな質問来ましたよ。忖度なしで上手だと思う太鼓奏者は誰ですか？それは正幸。いやそういうノリ？忖度はありますよね。忖度しなきゃね。忖度しなきゃ。もう早速なんか熱くなって。前田剛はうまいね。剛上手だね。うまい。ちょっとマニアック、すごい。マニアックすぎる。そうそう、すごい突き詰めるタイプで。チャッパとか音きてるし。まあでも僕やっぱり先輩と金子龍太郎さんとか、レナード江藤さんのかなり影響を教えてもらったところもあったんで、教えてもらやっぱなんか音の出し方が龍太郎さんとかすごく上手だなっていう。そうなんかね喋ってるようになんかそうなんですよ。なんか鼓動ってすごい音量が
大きいじゃないですか。うんでなんかアンサンブルの中でその龍太郎さんがソロを叩いてたその音がすごい抜けて聞こえるというか、うんそう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 なんですよ。なんか混ざらいい意味で混ざらずにその音がパーンと一個一個フレーズが、わかるわかそうなんです。で僕なんかどうやってんだろうと思って、うん龍太郎さんのソロのフレーズを一回全部完コピしたんですよ。るそしたら結構フレーズシンプルで、ああそうだよねそうななんんだよねかドルルルタタとかじゃなくてなんかドンタカタンとコドンタカタッタうんみたいな、そうそうシンプルなの組み合わせとか手順とかね手そうなんですよ組みでねだから音の抜け感みたいなのはそうなんかやっぱその印象が残ってて、うんどうやったらそういう音が出るのかなっていうのは結構なんかいいですね。太鼓の話太鼓の話太鼓の話が落ち着くなってきましたね。なんかよかったよかったそうねはい哲郎さん哲郎さんもね内藤哲郎さん、はいはいもうまあ鼓動時代を見てるけどはいこう真似しようっていうかねどうやってやってんだろうと思うけどそうなんか分かんないんだよね哲郎さんはすごいなんかフレーズが滑らかな印象がうん僕はあって、なんかこう手の流れがどうやってるのか全然つかめないそうだからレナード江藤さんも、僕一緒にやらせてもらったのは古道をやめてからなんですけど、うんなんかそう結構やってることはシンプルなんですけどどうやって音出してるのかわからなかったんですよ最初の頃、やっぱりなんかそういうなんだろうな、なんか単純に打つことの、みんなそういう意味では古道の先輩なんですけど先輩から影響もちろん辻正郎さん正郎さんはそう動じない男として有名太鼓関係ないいやいや関係ない昔聞いたのはねモノクロームっていうモノクロームってこのすごい小さい音でテケ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 ってひたすら刻む曲があって皆さんご存知かどうか分かりませんけどでその曲で正雄さんが真ん中のポジション、僕全然モノクロームできないんですよ。こう打とうと思ったらなんかこう緊張しすぎて同時になっちゃうタイプできない全然できなくて、で正雄さんがこう太鼓持っていって座る時に確かバチを落としたんですよね。そうなのバチ予備バチそうバチをこうつってる紐が取れちゃって、はいはいはいガシャガシャガシャってそうそれでもうみんなが「はぁ!」ってなってんのに正雄さんは何事もなかったかのようにそう逆にすごいリラックスしていつもやっぱり緊張するからそれこそ置けないよねまずでもこうガチャンってなってるから、もうなんか開き直って吉川さんが拾ってくれたんだけど大先輩が拾ってくれたはい、はいあとは正雄さんは客席にバチを飛ばすっていうのを聞いたことありますけど、してそうすいませんでしたすいません三宅っていう曲でいや本当あれ危ないスパーンって飛んでいった結構ねぶつかっちゃったんで、ね、後で謝りに行ったんですよね名古屋ではいなんかどうぞそう龍太郎さんとアーセレブレーションで最後のセッションしびれましたありがとうございますやりましたねそうちょっと話も戻しますけどヒビカスはいなんかあれってなんかお祭りじゃなくて前なんだっけあれやってませんでした叩きながら歌うワークショップみたいあそうそう、な、はい、そう歌に合わせてねはいはいはい太鼓叩くそうっすよねでなんか僕はそのメロディーに合わせて打つはいはい太鼓まあ打楽器もそうなんだけどそれも楽しいすごい楽しいなと思うそれを生徒っていうかね習う人に伝えられたらいいなと思って、で僕メロディー楽器できないからはいはい自分が歌を歌ってそれに合わせてなんか太鼓の手考えて何パーとかに分けてやってもらっていやっていうのをなんかありそうでなかったワークショップだなと思って、いや面白そうだなと実は思ったんです。僕は歌はダメなんでそうなの歌は昔から聞いたことない得意じゃないんですけど最近アンナさんのライブでは歌わされてそうだよね、歌わされてるって言って失礼ですね、歌ってこの前行った時見られなかったよねあそうちょっと間に合わなかったそれが終わった頃に、はい、いや気持ちいいですよ歌えるんだったら歌いたいですけど、でもあんまり得意ではなくてそう又郎さん歌めっちゃ得意なんでいやいや鼓動時代もソロで歌ったりとかいやいやうまい上手ですよねそうなんです太鼓も叩けるし歌も歌えるしいろいろできるそうちょっと今メモってるんですけどあれなんですよね歌も歌えるしあと実家が牧場そう実家は僕の
てことでそう馬も好きなんですよね。馬好き。競馬、競走馬。競走馬の生産している牧場。そうだから馬に子供を産ませて、はいはい。1歳までかな育てて、で市場に出す。そこまでね。競走馬北海道ですよね。北海道で、競走馬ですよ。競走馬。僕競馬やったことないんですけど、なんか面白いって言いますよね。競馬が好きなんですけど。競馬好き。ああ。競馬が好き。馬も好きだよ。好きだけど競馬好き。ギャンブル好きってことで。ギャンブル好き。まあ競馬が好き。だからそうかけなくても、ああそうなんですね。かけるけど一体かけるけどかけなくてもすごい好き。全体的にそうやって生産者がいて、はいはい、馬主さんがいて、まあ、調教師さんとか、まあ付随するいろんな仕事、まあどんな仕事でも一緒だと思うけど、そういう噛み合わせがねうまくいく時といかない時とあったりとか。なんか前もそのなんか競馬のなんか取材みたいなの受けてましたよね。ああそう取材というかその競馬の達人みたいな。番組があって、その競馬土日だったらレースやってずっと流れてるような、グリーンチャンネルでやってる、それの中の番組で競馬場の達人っていうのがあって、本来は競馬場に行っていろんないろんな人だよね、いろんな業界の人が競馬を一日やるっていう番組で、それに出させてもらった。その時はコロナだったからそうだったか、配信で太鼓スタジオでやって、そうでこれでなんか正雄さんがその選んで、これが当たったらめちゃくちゃすごいんじゃないみたいな感じで、なんか事前に話してたら全部外れたんですよね、確かに。そう一回ね3連勝したのかな。3連勝か4連勝かして、それ以外は全然まあでもそれぐらいは良い方だよね。あ、そうなんですよ。ちょっと全然わかんないです。当たんないから今今度競馬場で飲もうよっていう競馬飲もうよだよね。競馬場ってそんな飲む感じなんですか？あるある、もういっぱい飲食店も入ってるし。あ、そうなんだ。楽しい。そうだから今日はこの話をするにあたって、いや競馬の話してもなっていうのがあって、太鼓の皮って馬側なんですよ。牛なんですけど、牛を牛が多いか。でもあれだ、東北は結構馬じゃない。僕ら担いだりする太鼓もあれ馬の皮なんですけど、そこら辺は正雄さんとしてはどうなのかな。何にも俺は馬肉も食べますよ。本当ですか？美味しく。それは全然別なんですね。別。受ける。あんまりこう被らない感じ。そうあれヒビカスっていうのは、そのだからまたあるんですよね。この後。そうそう。ワークショップをなんかコンスタントにやってて、今度は今も5月何回かあって、6月もいくつか。それってあれなんですか、その全然未経験者とかでも。そのワークショップによって未経験者でも OK なのと、例えば太鼓経験1年以上とか、一応枠をね、人によって下がるからね、なんともね、その枠作り難しいんだけど。そう。いやなんか僕はこのこれ今回のオンライン太鼓サロンっていうインターネットのオンラインの企画で、それ説明しなかったですね。そこの宣伝をちゃんとしないとダメ。オンライン太鼓サロンというサロンでいろいろそのレッスンビデオとかで教えたりとか、この Facebook 使ってるんでいろいろテキストで文章を書いたりとかしてそのサロンをやってるんですけど、多分ちょっとね上級者向けというか経験者、なぜならちょっとやってることが難しすぎてビデオ作るんですけどクレームが来るってできませんってでも結構皆さんなんか面白がって取り組んでくれて、担ぎのソロとかやってるじゃないですか。それをなんかYouTube で載ってる鼓動の時にやってたソロがあって、それをまずはコンプリートするっていう、最初のフレーズが難しすぎてみんなできませんってもっとゆっくりお願いしますって。難しい。奏でっていう楽器使ってやるんですけど、そういうのやってるんで。でもそれまず奏でを持ってなきゃいけないでしょ。いやでも普通の担ぎでもいいですし、手順をあとそのビデオなんですよ。だからいつでも見えて、そうかそれを見ながら別に膝とかでもよくて、
まあそれがその担ぎだけじゃなくて、大太鼓とかセットとか、まあ、電子和太鼓とかいろんなコンテンツをやってるんです。そうだからいやなんかやっぱりヒビカスだと実際の太鼓叩けるじゃないですか。そうだね。そうあれいいね、やっぱそこだよなと思って。そうだね。なんで多分結構ね多分YouTube 見てますとか2人で歌ってとかちょっとそれが何を見た？いやコメントくってそうだからいや本当になんか和太鼓叩いてるとやってみたいっていう人よくいるんですけど、そんな時はぜひマサルさんの教室にお問い合わせいただければ。ぜひヒビカス。そうヒビカスのウェブサイトで出してますよ。はい。そうですよね。ヒビカスでカタカナで出てくるか。カタカナでも出てくる。はいはいはい。そうぜひでマサルさんのところで太鼓始めていただいてサロンの方に流れてくるっていうそういう流れまだ質問が子供時代で先輩から見て後輩で上手だと思う人は誰でしょうか。だから剛が後輩、前田剛後輩でまあやっぱり世代近いんですけど中込健太って、この坂本トークに出てもらったんですよ、中込健太最初に、あいつはなんていうかもうシルベスター・スタローみたいな体してますからね、そうなんですよ。でもその後って結構もう世代が離れちゃうんですよね。そうでも結構上手だよねみんな元からそうなんですよ。正行もそうだけど僕ら入った頃はまあ結構太鼓やってなかったりして入ってくる人、僕もそうだったし、だけど今はもうみんなちっちゃい時からね舞台でやるような鼓童がやってるような演奏やってるから3歳からやってますみたいな。そうそうか、マサルさんは太鼓やってなかったんですか。やってなかった。やってなかった。そうなんですか。質問が和太鼓奏者になろうと思ったきっかけはねやってなかったんですよね。やってなかった質問ありがとうございます。そうでやろうと思ったのは僕高卒ですぐ佐渡島研修所受けたんだけど、鼓童のこと多分知らない人もいるんで、2年間の研修所が僕らの時は1年だった。そうだったんですで修行期間があるんですよ。でもだからそれ決めたのは高校2年か3年かどっちかだったと思うんだよね。高校生の時に先どうしようかなと思って何も考えてなくて、でなんかその技術、日本の技術を身につけて世界を回るような仕事をしたいっていうざっくりそう思った。そうなんです。そう思ったんだね高校生の時。で鼓童は小学校の時に母親に連れられてって見に行っててちょくちょく見てて、でその高校生の時にそう思った時に鼓童はそれだなと思って、和太鼓叩いて世界回ってるからこれだなと思って、でそれで入ろうと思って行った。もともと柔道をずっとやってて、なんかやっぱりもうその土地で生まれたものなんか目につけるとなんかいいのかな。じゃあその太鼓に興味がめちゃくちゃあったとかいう。最初は鼓童を見て笛かっこいいなと思ったの。山口元臣さんの笛やろうと思ったんだけど、研修所入って笛やるでしょ。笛の時間って一回やって笛はもう嫌だと思って。難しい。息がもう続かないし、これ違うと思って、太鼓で。そうなんですね。踊りも好きだったけど。踊りもマサルさんすごい踊られてましたからね。踊りね、そう。何でしたっけ、大粒ない神楽とか。僕もこう見えて結構踊りは好きだったんですけど。そうだよね。踊りでデビューしたのね。踊りのいや太鼓でデビューしてるんですけど。そうだっけ。いや結構踊り茶道研修所でいろんな芸能も学ぶんですよね。それで茶道にも鬼太鼓っていう芸能があって、その研修生の時になるんですけど、僕は研修生で初めて面をちゃんとかぶらしてもらって。初めてだったんだ。今はねみんなかぶってるんですけど、それでそれこそ金子龍太郎さんが演出してる時に
音でこう舞台に鬼太鼓を舞台に上げたいって生きがってたんでしょうね。いやいやそうそう、はい、まあそれで舞台に上げてくれて、そうなんだから今鬼太鼓結構舞台でやってるんですけど、レジェンいやいや、そうですね、僕歌はもともと好きだったんです。好きだったかもね。えかもね。好きだったかもね。そう。僕ちっちゃい時はまだレコードだったんだけど、レコード聴きながらチェッカーズとかそんな歌ってたかも。カラオケとか地元田舎でカラオケなんかないし、ないからうちで歌って。レコCD は CD は、なかったよ。あ、そうなんですか。最初ってちっちゃい時はいつからか CD っていうのが出るっつって、そんなに離れてましたっけ？そんな離れてないけど時代の流れが早いですよね。そうですよね。いやもう本当家が近いんで仲良くしていただいてそうなんですよ。なんか今ヒビカスの場所はどこですかって。横浜と浅草にもあるけど、そう浅草もあるんだけど、横浜の方がメインなのかな。はい。横浜伊勢崎長者町。ぜひ横浜市営地下鉄の駅のすぐ降りてすぐですごい便利ですよ。オンライン太鼓サロンはネット環境さえあれば世界中どこでも大丈夫なんで。そうだね。そうっすよ。なかなかすごい。いや海外の方も実はやってて、オンライン太鼓コレクティブっていうんですけど、まあそれはレッスンビデオとかにまあちょっとスタッフで翻訳してくれる子がいて、映像にサブタイトルつけて、だから海外の人もやれるようになってるんです。皆さんもぜひ。なかなかね難しそうだよね、その映像でさ、指導するの実際。そうですリアルタイムね。はい。なんか裏話っていうリアルタイムじゃない、そうリアルタイムではないです。そうレッスンビデオを作ってこれどうやってみっていう。そうだからなんかもう結構やっぱ映像を撮るのとかも意外と大変で、もう先生みたいな感じですよ。皆さんこんばんはみたいな感じで今日も頑張っていきましょうみたいな。ポイントはピローンとか。そうポイントはこういうポイントがこうでみたいな。これがいい例、これが悪い例みたいな。悪い例も一個一個丁寧に左から入って右手に発ってもう親切丁寧に。そうか、じゃあ撮るのも時間かかるんじゃない？撮るのもまあだから最近だいぶ慣れてきたんですけど、なんか慣れてきたでちょっと今自分の中でなんて言うんだろう、こう安定しちゃってて面白くないというかマンネリ化しててそうなのそうね、みんなですよ。チャット GPT などの AI が作った楽曲が主流になりつつありますが、プロから見て機械が自動生成した楽曲についてどう思いますが、主流になると思いますか？これは主流になると主流になるんじゃない？なりそうな気がしますね。何の主流か分かんないけど、だって使い勝手がいいもんね。まあ圧倒的に早いですし、ちょっとそれが主流になるかどうかまでは分からないんですけど、この間僕はロジックプロっていうパソコンの、Mac のソフトを使ってるんですけど、最近自動マスタリング作業ってあるじゃないですか。音取ってミキシングして、最後マスタリングしてその音の音圧とか上げたりするんですけど、なんかいつの間にかその AI の自動マスタリングができてて、なんだこれは。それ何を基準に設定を入れるの？いやなんかもう一応ミキシング、音の調整までは自分でやるんですよ。どの楽器を音量とか取って、で最後になんかそのボタン見つけて、なんか新しいのあると思ってポンって押したら結構自分なりには割と満足ぐらいな音にドーンってなって、そうなんですよ。なんかああいうのはやっぱり便利だしすごいなと思って。だってもう普通それエンジニアさんにお願いするとそれだけで結構お金もかかるし、もちろん時間もそんなすぐにできるもんじゃないんで。ということはエンジニアさん大変だね。エンジニアいやでも言ってました。やっぱりかなりのクオリティでやられるんで、やっぱりもう個性が必要になってくるとはなんか聞きましたけど。
まああと自分の場合この間パリコレの音楽やったんですよ。うんパリファッションウィークって言って、あれも実はもう AI ではないんですけど、全部電子和太鼓で撮って、はい、そう電子和太鼓の内蔵音源もあるんですけど、最近その他のメーカーソニカさんっていうその日本の楽器を結構扱ってる、メーカーさんがその新しい和太鼓の音を出してて、それがその電子和太鼓でも使えるんですよ。その入力することに、それで音を取って、やったりとか、だから太鼓を運ばなくてよくて、そう電子和太鼓も電子和太鼓使ったことあります？ない。使わないですか？叩いたことない。なんか店頭に置いて苦手そうですよね。苦手だね。そういう電気関係、そうですよね。だって牧場ですもんね。なかなかそうね。いやまあでもやっぱ便利で、まあでもなんかその電子そう結構サロンでもこういう話とかいろいろやってるんですけど、電子和太鼓ってやっぱりその太鼓の音出るんですよ。でやっぱり普通に和太鼓のなんていうのかな、いつも通りの表現してもあんまり面白くないというか、やっぱりスピーカーから出て、もちろんその打点の叩く位置によって音も変わるんですけど、やっぱり生の表現力にはなかなか勝てない部分もあって、やっぱり音も加工したりできるんで、自分の場合ディレイとかよく使ったりとか、ああそういうことか、ドーンって言ったらドーンドーンドーンってなったりとか、ちょっと今やればいいんですけど準備してません。あれでもさ、難しい。そう叩くさ、なんか手の技術っていうのが反映するわけじゃないでしょ。そのコンピューターにインプットされた設定がある刺激によってそうです、実行されるんでしょ。そうです。まあいわゆるそういうことです。それを把握してないと思ったなんかニュアンス出なかったし、まあちょっとこれはまあ開発段階の話で、ちょっと言えないこともたくさんあるんですけど、でもなんか面白くて、そのローランドっていう楽器メーカーさんが、なんか、まあ、これちょっと聞いた話じゃないですけど、その一番最新のドラムセットってなってくるとやっぱりどんどんそのセンサーとかも良くなっていって、なんか僕がそのローランドさんに行かせてもらった時は、なんかその新しい新製品が今まで使ったユーザーからちょっとなんかあんまり評判が良くなかったみたいな、なんでかっていうともう感度が良くなりすぎてて下手なのもバレるそれやらなくていいそうみたいなぐらい結構やっぱりシビアにはできてて、やっぱり電子和太鼓はまあまだ新しいもので難しいんですけど、結構本当に電子ドラムだとスネアとかって本当になんていうの端っこの方の音とか、あと皆さんオタクって言っていいのか分からない、職人気質なんで、なんか職人っていうと木を扱う人のイメージありますけど、結構電子楽器の人たちもみんなローランドの社員さんってみんな職人気質で、ハイハットって分かりますかね、シンバル、あれをなんかこう叩かせてもらってる時に「坂本さんこれちょっともっと強く踏んでもらっていいですか?」って言って、このハイハット踏みすぎた音分かります？あんまり良くない音なんかこのカポっていうかそこまで再現してて「どうですか?」って言われて「いやどう?」って楽しいだろうね。いやそうだから楽しいんだと思うんですよね。その音ってさ、どうやって出てるの？だからまあエレキギターとかとやっぱり仕組みが違って、電子和太鼓はまあエレキいわゆる電子なんです。だからサンプリングってまあ言ってみれば録音した音を出してるっていう仕組みです。でそのなんだろう、それが叩いた位置とかをいろいろセンサーで検出できるようになってて、その多分分かんないですけど画面のこの革のパッドの揺れとかっていうのをいろいろその通りに出すみたいな。大変な作業大変な作業いやでもすごい便利で、まあ畳めるんですよ、分解して。それはいい。そうだからスーツケースにも入るし、もうなんなら音源の部分とか究極 USB だけ持っていけば、海外でブソってさせばすげえ、だいぶそういうのここにさせればいい。そういうのそうっすよね、欲しい。そう楽譜がそう全部その字できる。コメントを見てすいません、ちょっと勝手に盛り上がってます。コメント見えない。お、いいですね。ビールと太鼓は生、素晴らしい。電子和太鼓の話してたの。最近もう目がそうなんですよね。
電子和太鼓の体感はどんな感じなのですか？音量による。そうですね。やっぱり結構まあやっぱスピーカーに左右される部分はそうだろうね。あっそうだよて、ね。まあちょっとマニアックな話にはなるんですけど、そのやっぱりモニターがないと、モニターって前に出す音と自分に返す音がないと、やっぱりその演奏しててスピーカーのここら辺から前には音が出てるんですけど、自分にここから出てない。そうです本当だね。そうですそうだね。ここから出てないよね。あと結構例えばバンドみたいな編成でやるときはあれなんですよ。そのドラムって結構まあ中音っていうんですけど、舞台上のステージ上の音、まあみんな他の楽器結構生音を聞きながらやってるんですよね、ドラムの聞こえに合わせてるんですけど、だから結局モニター環境をちゃんとやらないと太鼓一生懸命叩いてるんですけど、みんなに聞こえてないみたいなことはあるんで、結構やっぱそこがね太鼓は難しいところですね。自分の場合は実はその太鼓の音だとやっぱアタックが埋もれちゃうんで、埋もれる？やっぱり和太鼓の音って鈍いんですね。ドゥオーンみたいな感じなんで、だから結構他の激しい例えばエレキギターとかでやるときは結構アタックが欲しいんで、実はチャッパのカチッみたいなアタック音を少し混ぜてたりとか、そういうテクニックを、そういうのをオンライン太鼓サロンで公開してますので。面白い。全然違うテクニックね。そうですね、いろいろやってるんでございますよ。よし、なんだ2人でここで歌ってはな。ちょっとマサルさん歌います？お酒ありますか？もらおうかな。そろそろ、皆さんも飲んでるんでしょうかね、これは。金曜日だから。そうですよね、仕事を、人それぞれ始める時間どうでしたかね。なんかね、7時だとちょっとみんなまだ仕事終わってバタバタしてるんじゃないかっていうので、8時にしてみたんですけど、無難ですかね。いいとこっすかね。この飲みながら僕は明日ちょっと演奏があるんですよ。なんでほどほどに。でどこでやるの？明日は神楽坂現代山岳っていう山岳ですよ。山岳のね、いろんなパフォーマンス。そうですそうです。わかります？山岳って。まあ僕もよくわかんないですけど。昔のあれでしょ。そうです。なんか幻の芸能と呼ばれてて。幻なの？チルってチルってに楽って楽しいって書くんですけど、最初にその東大寺で演奏するリーダーの太田さんっているんですけど、がその東大寺で演奏する機会に、なんかその山岳をやりたいと。で、東大寺に資料が残ってるんですけど、その絵巻物、絵しか残ってなくて、で東大寺の大仏さんのなんていう海岸が完成っていう時に山岳一座が来て、奉納というか演奏したみたいなのがなんか記録ではあるんですけど、そう多分大陸の方から来たんじゃないかな。でその絵を見たらなんか意外とこう担ぎみたいな太鼓叩いてる人間もいたりとか、こう笛とかなんだろう、こう弦楽器弾いてる人間もいたり、あとその刀とかをこう回したりとか、大道、そうで人の上になんか人が乗ってたりとかっていう絵が残ってて、だからメンバーにジャグラーが入ってたりとか、で結構それを、復活っていうわけでもないですけど、その絵巻物を元に現代に再創造するみたいな、結構面白くて、なんかみんなの雅楽の演奏者なんで、あとトルコの楽器とかも入ってるんですけど、雅楽の人たちってこの章とかってふわーって感じじゃないですか。やっぱりでも皆さん音大を出てるんで、なんか何でも弾きこなすところがあって、章の方とか急にピアノバーって弾き出したりとか、あとバイオリンまで急に。もともと章が最初なのか。その章もすごい方で、実は宮内庁の方なんですけど、もうそういう、名前言ってるのかどうかわかんないんで言わないですけどでもなんかその人もブラックミュージック好きで、もう章でガーっていろいろな、多分そろそろ怒られるんじゃないかなっていう感じなんですけどっていうのを明日神楽坂で、コメント見てコメントをした人のね、そうですね、名前もすいません、ちょっとコメントの読み上げ方があれでしたね。良いです。
電車の中で酒飲んでない方もいますね。マサさん。え？イガちゃん。電車の中でニヤニヤしている。あ、多分電車の中で見てくれてるんじゃないですか。ああ、そうなんだ。はい。あ、お二人が共演される機会はありますか？見に行きたいです。相田聖子さん。共演する機会。ありますか？やりますか？やります。やりますか？今のところないです。今のところないです。はい。やる予定がありそうだったんですけど、ちょっとその話の中になっちゃいました、ね。ああ、そう。はい。そうなんだ。まあそうなんですね。またやります。電子話題これダブルストロークはももちんさん可能でしたか？可能です。結構シビアに拾ってくれます。はい、使いまくってます。ケンシロウです。ご飯もまたご一緒お疲れ様です。ケンシロウです。ケンシロウくん。ケンシロウケンシロウか？ケンシロウ、ケンシロウくんかな。S ケンシロウ。ご飯もまたご一緒したいです。ぜひぜひ。現代山岳のメンバー超個性的で面白いねです。何回ぐらいやってるの？現代山岳。結構やってますね。何回だろう。10回以上やってると思うな。あ、そんなんやってる。はい。今年10月にはまた東大寺の演奏も決まって、大仏様のお膝元で奉納させていただいたりですとか、いろいろやるんです。はい。これ皆さん今日見てるの太鼓の演奏者ですかね？演奏者いるかな？いやいや、演奏者というか、ケンシロウ君。これちょっとすみません、コメントたくさんいただいてありがとうございます。見てるんですけど、ちょっと全部読み上げてるとそれで、あ、サロンメンバーの方も、佐藤さん2本目飲んでます。さすが。ちょうどいい時間帯です。ありがとうございます。ジェジェさん。リナックスの OS が便利で、あ、なんかおすすめソフト、ショーゴン899さんがなんか書いてる。リナックスのアブンチューちょっと読めない。後でチェックしておきます。それサロンにはどうやったら入れるの？サロンはポチッとしてそうフェイスブックでやってるんで、あ、そう。はい、まあ自分のホームページからも行けますし、はい、なんかいろいろ探していただいて、そうですよね。そういうのをちゃんとね、こう道筋をつけないとダメなんですよね。サロン入ると、はい、おさゆきとのレッスンを受けられる。あ、そうですよね。ちょっともうちょっとピシッとしない。喋り方がずっと。あ、名前の呼び方が。ちょっとスタッフの方にいろいろ今ダメ出しをもらいながら、はい、やっているところでございます。失礼です。そうサロン内だと、まあちょっと気分的にも楽というか、はい、あ、サロンの内容が雑。オンライン太鼓サロンという。今あれなんですよ。あ、そう、太鼓サロン。太鼓サロンじゃなくて太鼓サロンです。そうです。オンライン太鼓サロンです。そうか。今この間映像を出したんですけど、シュハリっていう曲。はいはいはい。あれすごい。本当ですか？見てくれました？見た。お、できそうですか？できない。多分いや、あれは自分で言うのもなんですけど、マジで難しい。でもあれを教えてくれるでしょ。今だから教えてね。それいい。40人。うわ。ありがとう。最初に話してたんですけど、ありがとうございます。なんかそう30人ぐらいいくとなんか上位 1% ぐらいの YouTube ライブって40人ってありがとうございます。すごい。はい。目指せ100人。目指せ100人ですね。はい。ここで言ってもしょうがない。一応サロンの宣伝とか。普段はだからこれサロン内でやってるんですよ。はい。なんでもう言いたいことバーバー言って、はい、お酒も飲んで、まあ昨日知れたメンバーなんで、イエーイとか言ってるんですけど、そう今日は一般公開なんですよ。あ、初だね。そうなんです。だからもっとこう普段のイメージを崩さないようにこうビシッと、はい。なんか意外とこんな感じじゃないですか。知らない人からしたらなんかすごく寡黙な人に思われる。そうなの？そうなんです。俺寡黙な人って思ったことないな。いや僕ですよね。いやそうなんですよ。でもやっぱりなんか初めてとか会ったことない人はなんか怖い人だと思ってましたみたいな。あ、俺も最初ね怖い
かもしれないと思う。最初って研修生の時ですか？ヒビカスはいはいはい。で講師になった時に、はい、最初なんかあ可愛い人かと思ったって言われた気がする。そういう写真使っちゃった。こういう感じでまあ全然こんな感じなんで、はい、コメントもたくさんいただけて嬉しいです。サロンの宣伝もっとして何ちょっとコメントが最近もあれかちっちゃい字が家電が好きです。おお、家電だって初期メンバー家電はやってないけどね。そうか家電っていう曲があって、ね、大きいセットを3人ずつで叩くんですよね。で家電が終わったらマサルさんが真ん中で次の曲叩くんです。そうだ、家電には出てないです。家電やったかのように。僕も家電はちょっと後から参加でしたけど、ちょっとやってましたね。あれは難しそう。あれは難しいですね。頃にしては結構長い曲だよね。長いですね。何分？20分はないか。まあでも10何分あったと思うよね。そうなんですよ。覚えられないですよね。前も有限っていう舞台で一幕こうずっと締め太鼓で何分あったんだろう。45分か50分ぐらいあるんですけど。一曲は？なんかこういろんなアクセントとかあって。しかも前で役者さんとかが動いてるんで、間違えられないんですけど、全部決まってるんです。だからUSB さしたいですよね。ね、さしたいね。そう、サロンですよ。シュハリですよ。シュハリは何分ぐらいあんの曲は？いや短いですよ。3分ないぐらいかな。はい。他の方がいいな。僕はジンにしました。水ジンソーダ。うん。シュハリはですね、ちょっとサロンでやるようなことをちょっと教えて。そう、太鼓はちょっとね、やっぱり準備大変ですし、なかなか結局準備してもなかなか使わないことが多いんで、あれはダブルストロークとか、あとフラムとか、それはなんかテキストにあるような、あれは多分あんまりないんじゃないですかね。っていうのがいわゆるちょっとすみません、姿勢悪いパラデュールとかって皆さん分かりますかね。こう右左右左、こういうのあるんですけど、これが普通なんですけど、スティーブ・ガットさんっていうドラマーがいるんですよ。で昔から好きなんですけど、なんか割とそういうパラディロとかの先駆者的なところがあって、なんかでYouTube とかにいっぱい映像上がってるんですけど、真似できないんですよ全然。なんか難しくてどうやってるかわからない。でもなんかすごくかっこよくて、それはもうスロー再生にしてめちゃくちゃ見まくったら、いわゆる教則本に書いてるセオリーと違うことをやってて、と思って、でそれをすっげえ練習して、でそのままやっても太鼓だとあんまり面白くなかったんで、太鼓用に組み直したっていう。なんかこのフラムとかがなんていうんですかね、普通こんな説明してていいですかね。僕的にはいいんだけど、どうでしょうか。そう、なんかこう普通パラディオってこう右左右右って打ってる間に振り上げられるんで、その次がこうアクセントになるんですけど、違うんですよね。なんかこうフラム打ったと同時にこの2発打ってて、だから例えばこの普通だと右右左左右左みたいなラフレーであるんですけど、これの最初がダブルになっててできないみたいな感じとか、あとこのタカタタカタとかも最初がフラムになって、なんだろうね、こうやってやってる時間だけ楽しいもんね。いや、そうなんですよ。だから太鼓の必要なくて、膝とかドラムパッドでずっと練習してて、だからもう今レッスンビデオ作ってるんですけど、もはや太鼓置いてなくてフラムって何？フラムディロマサルさん可愛いって書いてくれてます。可愛いどの辺がフラムは
あれなんですよ、こういわゆる両手打ちみたいなうんやつなんですけど、なんていうんですかね、例えば右手で打つらその前に一発入れるみたいパンみたいな。な。そうでダブルフラムだとこうパンみたいな、ああダブルフラムもあるんだトリプルも。今トリプルトリプル右手で1回左手でいろいろやり方あるんですけど、よくドラムで使うのは右左左右かな、多分ドカンみたいな。多分自然に多分使ってるんだと思うんですけど、はい、まあでもそれは手順はいろいろあるんですけど、それをひたすらこう やりまくるみたいな。これはだからタカラターンさ普通になるもろってもろってって言っていいの？はい、タタタターンって言ったらフラムじゃない。あ、いやそれもまあフラムニュアンスとしては僕もでも結構太鼓は実はダブルストロークってほぼ使ってなくて、基本的にはやっぱり音が出にくいんで、ドラムだとなんかドラタンっていくんですけど、交互に打ってます。多分前の活用ソロでもよくやってるんですけど、左手スタートで左右、このそうだよね。なんかこれはフラムっぽくないよね。まあちょっとリズムっぽくなるんですけど、そうですね、こういう。でもダブル入るとフラムっぽく聞こえるもんね。そうですね。まあなんか味付けですよね。はい。今度教えるんで歌教えてください。教えられるかな。いやいや。そう。こういうのちょっと今サロンで。これはなかなかいい宣伝でしたね。なかなかいい宣伝でしたね。いい宣伝です。バレなくな。大丈夫だ。はい。サロンパラディードかな。えぐくて笑えますよって書いてる。毛穴から笑えますよね。そう笑える。毛穴から血出そうなくらいグエーってね。すごいな。金子さんも確かそう金子龍太郎さんもドラマーだし、レナード江藤さんもかな。なんか内藤哲郎さんはドラム哲郎さん結構ね本格的に。だからああいうなんかこのドロッと叩く人は意外とドラム上がりが多いですよね。林哲さんもドラムをされてた。ああそうだそうだ。そうなんですよ。基本すいません、スタッフの方からコメントした人の名前をちゃんと言ってあげてください。ごめんなさい。まず名前をバーって書いて。名前そうなの。これ多分そうですよね。YouTube ネームなのかな。はいはい。いやいや、これそうやってるとそうなんですけど、結構早いもんでもうすぐ1時間になるんです。ほら、本当だ。今日基本的には1時間かなと思って、まあこの後サロンでアフタートークをするかどうかっていう勧誘。いや前以前は中込健太君とか。その時に、まあ、スタッフとして草陽介君がいてくれて、もう途中から草君この間にこう見たでやってくれたりとか、あと小島千恵子さん、なんか結構やってるとすぐ1時間過ぎちゃって、草君、あ、草君、ほら草君見てくれる。草君見てる。草君も今あれですよ、兵庫で太鼓叩いて研究。ごめん。和太鼓研究。あ、確か僕の記憶が正しければこの坂本トークっていう名前をつけてくれたのも草君なんです。草君って古道の後輩なんですけど、楽屋で話してて、確かなんか横でボソッと坂本トークでいいんじゃないですかって言ったら草君だった気がするんだけど。ありがとうございます。坂本でよかったね。そう、坂本トークっていう。藤本トークでもいいけど。マサルマサルお、鼓動メンバーの方のコメントが多い。あ、本当だ、花岡哲美。哲美。嬉しいですね。後輩たちが、鼓動の後輩たちが。哲美ありがとう。元気？哲美も今関西か。関西か。あ、そうかそうか。僕らちょっと記憶力危ないですか？覚えてくれてる。こんばんは。見てる。ありがとう。お米さん。お米さんです。お米さん？お知り合い。僕？はい。お米さん、すみません。こんばんは。お米食べたいみたいな。お米好きな鼓動メンバーいたなと思って。あの人かな。
みつるさんですね。違いますよね。違うよね。みつるさんはそういうのかぶせてきますからね。ねはい、そうだんだんいい時間なんですよね。なんか言い残したこととかないですか？はい、そうだからそうまあ何度も言いますけど、マサルさんは響かすという宮本大子さんのスクールで太鼓を教えてますので、はい、和太鼓を始めてみたいという方もぜひ、ね、調べていただいて、楽しいですよ。また人気の先生なんでなかなか予約が難しいかもしれないですが、はい、僕が楽しんでやってますか。ああ、みつるさんだ。やっぱりみつるさん。ありがとうございます。ちょっと急に鼓動メンバー来すぎです。ビビる。やっぱりか。みつるさんどうもご無沙汰してます。変わらず米が好きなんだね。はい。でなんかこれまだ決まってないんですよね。10月頃に。ああそう自主公演をねやる。10月。かもしれない。やらない。やるよ。やる。やる。決定ってことで。やる内容がまだ。なるほど。あ、もうやるのはじゃあ。もうやるの。あ、自主公演。はい、やる気です。ソロ。マサルさんが珍しくやる気を出して珍しくやる気を出してます。はい。僕もですね、今僕は浅草で浅草カルメンという何日？まだ会場取れたんだけど。ちょっとホームページなので追ってお知らせいたしますので、チェックしておいてください。25、26とか週末かな。後半ってことですね。後半です。はいはい、わかりました。10月の後半ということでよろしかったでしょうか。はい、ぜひ僕もタイミングが合えば駆けつけたいと思います。お願いします。出ませんよ、見るだけです。見てもらいます。僕は今浅草で浅草カルメンという、歌舞伎とオペラの融合みたいな。25までか。そうですね。見に行かなきゃ。そうですよ。みんな待ってますよ、マサルさん。あ、そうなの。そう、歌舞伎の役者さんもいて、いや本当歌舞伎の体験なんだよね、体験。体験も海外の人向けにちょっと昼間にやってたりとか、あと取り手って警察役、御用だの人とかもいるんですけど、大体マサルさんの名前言ったら通じるっていう。あ、辻さん。お知り合いみたいなこと言われた。はい、歌舞伎界では最初に言ったんですけど、聞いてない人もいると思うんで、市川團十郎さん、市川團十郎さんの舞台なので和太鼓を叩いている先輩ですので、歌舞伎界ではすごく名前の知れた。いや、そういや本当に。はい。和太鼓って「辻さんですか?」ってよく言われる。辻さんのとこですかみたいな。辻さんのところですかって言われる。いや本当に辻さんのとこ。そう辻一門みたいなっていうのを浅草で今やってて、まあそれは担ぎなんですけど、まあちょっとお祭りのシーンで叩いたりとか、あと盾ですね。盾って刀でに合わせたりとか、まあソロのシーンもあったりとか、はい、そういうのもやってますね。で僕は明日さっきも言った演奏があるんです。神楽坂で何時からだっけな。ちょっと明日土曜日だから2時ぐらいだね。いやいや夜だった気がします、ね。はい。明日19時？あ、明日19時だそうです。19時。ゴロだそうです。神楽坂なんかちょっとゴロ。はい。ホームページなどに載って明日明後日も。その現代山岳っていうのね、それは室内だよね。野外なんですけど、なんか雨そうだよね、雨予報だよね。雨のちそうの場合はなんかちょっと室内になるんじゃないかなみたいなことを、もしお近くの方いれば。でですよ、雷というユニットをやってるんですけど、そう僕和太鼓とあとドラムが梶原哲也さんといったらブルーハーツのすごいパワーのドラマーなんですけど、梶原哲也さんとあと僕の鼓動の先輩で増田さん同期なんですよね、の阿部和成さんっていうその忍笛の演奏家がいるんですけど、その3人で雷っていうユニットでやってまして、それがなんと東京公演が決定しました。
6月の何日だっけ6月の12日12日かはい、これはぜひ皆さん見に来ていただきたいなと。晴れたらなんちゃらですね。そうです晴れたら空に豆まいてという代官山のライブハウスでそうだよやってますので、そうだよ。 6月12日木曜日6時45分オープン、7時15分スタート、うんちょっと平日なんで遅めにしてます。あそこ飲みながら見てるね。そうです、はい、たくさん飲んでね。いただきたいなと。いやなんかやっぱライブなんでこうかしこまるんじゃなくてこう楽しく、だから飲めるようにちゃんと休憩も入れようかなと思ったりとかいろいろ考えてる、はい。まあでも本当パワー系のユニットで、うん。最初まだ時間大丈夫ですかね。まあちょっとオーバーしますね。オーバーできるんだ。多分俺勝手に切れたりしないですよね。そう、Facebook ライブかなんか確か切れるんですよね。あー違ったかな。そうで最初そのドラムの梶原さんとブルーハーツのドラムの梶原さんと2人でやってて、あ、2人だったんだ。そうなんですよ。うん。でまあ1時間ぐらいの演奏だったんですけど、もう2人とも全力で行き過ぎてもう開始5分ぐらい手パンパンで、いや、そんな気がする。そうそうそうでもう50分ぐらいでもうでも50分すごい言いながらよくやるね。やってそうこれはもう2人だときついねってなって阿部和成さんにしの笛で入ってくれる。でも笛って結構その曲と曲の間をつないだりとか、うん。とかまああとこうメロディアスなので僕らがこう太鼓を叩いてる中に笛とかっていうんじゃなくて、でも和成君激しいもんね。いやそうなんですでも本当それがよくて和成さんに要望したのもこのもう2人だと手パンパンなんで和成さんの笛の音でさらに音をブーストしてほしいっていう要望でやったら和成さんニコ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 するそうだろうね。分かったって言ってくれてパーンって吹いてくれてて、はい、そうなんですよ。新井さんも見てる。新井たけしさん違うかも。スタッフから来たんですけど、中さんかな。絶対中さん中さんだね。中さんどれでコメント、中さんこの間。そう中さん見るって言ってくれた。違う。違うわかる。はい、スタッフもパニクってます。すいません。はい、直美さん。中さん。あ、直勝さん。うん。あ、中さん。中さんですね。中さん。ああ、いた。見てるよ。静岡の。なんか癒されるって書いてる。あれ？まあ、癒し系なんで、はい。はい、雷行きます。ありがとうございます。チケットをお早めにお買い求めください。関西にも来てください。ぜひ。関西やりたいですね。なかなか関西。関西。あ、そうか。ちょっと大阪とかではないですけど、その梶原さんと2人で和歌山でうん。も和歌山は遠いのかな。でも関西でね。そうです。実は和歌山でもやるんで、もしお時間あればぜひ。あ、2人で。2人と、まあ、あとその地元の原さんっていう太鼓の方と、あと大川さんっていうなんか師匠される方がいて、大川さん。まあだからメインは2人なんですけど、うんオープニングで出ていただいたりとかしますので、和歌山の方もぜひ。はい。和歌山から見て、原さんありがとうございます。今度よろしくお願いいたします。みんな見てくれてましたね。すごい。はい。そうちゃんとこれこういう配信ってなんかあれですね。コメントね、なんか一緒に嬉しいですね。嬉しいですけど、なんかみんな話してるみたいで。僕のイメージではなんかこう何々さんありがとうございますってさらってみんなやってるけど、全然追いつかないですね。追いつかないよ。追いつかないですね。いやでもこの配信意外とやると楽しいんですけどね。うん。実は今日朝からすげえ緊張してて。だからライブは初めてだから、ライブは一般公開は初めて。初めてです。はい。だから余計なこと言わないようにしないと気をつけつつ、一応そう。でもこれちょっと変な話ですけど、画質とかどうですか？画質顔とかちょっと暗いかな。結構サロンでもいろいろこういう映像とか撮ったりするんで、これパソコンの今カメラじゃなくてこの違うカメラで撮ってて、めっちゃ画質綺麗じゃないですか。しかもこのカメラあんまり大きい声では言われないんですけど、美顔モードがあって、多分今美顔モードなんです。実際モードやってみる。多分実際モード美顔モードじゃないかな。
そう美顔美顔って何をもって美顔って言ってんだろうね。もうことつるんとしてる。僕ちょっと今日午前中演奏があったんでちょっとだけうっすらファンデーション塗ってますけど、あ、そう。ファンデーション塗ってるの？いや周りの人みんな白塗りとかなんで、あ、そっか。そうそうちょっとあれしないとなと思って。丸目立ちする。あ、画面綺麗、素晴らしいですね。いいね、美顔モード。美顔。多分この辺がツヤっとツヤとする。なんつう会話をしてる。シワとかがはい。修正されるのかな。いや多分本当そうだと思いますよ。あ、そう。いやまあどうわかんない。自分ではわかんないけど。さあだんだん1時間過ぎてしまったんですが、なんか言い残したことなかったですよね。いろいろねこの進行とかもなんとなく考えたんですけどね。そうなんですよ。どうします？この後飲みでも行きます？あ、次回はあるの？次回ね。いいんじゃない？あ、公開ですか？一般公開。一般公開な。やっぱりそこはちょっとね。まあまたなんか別の企画とかありかもしれないですね。はい。坂本トーク自体はそのサロン内でちょこちょこ。そうだよね。ゲストの人を呼んだりとか、あとなんかクリスマスに一人で喋ったことがあるんです。タイトルが「聖なる夜の一人しゃべり」って言って、いやなんかまあ面白かったんですけど、面白い。なんであれ俺一人だったんだろう。それがいいんじゃないの？そうそう。なんか本当にコメント見ながらなんか乾杯しながらみたいな。いやでも楽しんで正田さんもぜひやってみていただければ。はい。よろしいですか皆さんもなんかそうしまった。質問いただいたんですよそういえば。その事前にも。はいはい。ちょっとインスタの方でそれにじゃあお答えしてだんだんクロージングといきましょうか。皆さん今日はありがとうございます。質問さっき見てたんですけど、どうやって見る？これだ。いきますよ、正雄さん質問。はい。どうやったらこれだよ。お二人に鼓動時代の一番辛かったこと、楽しかったこと、驚いたこと。蒔絵萩原さんからいただきました。これやっぱりちゃんとこのあれですね。この中盤ぐらいで喋ると素晴らしくいい質問。そうだね。鼓動時代の一番辛かったこと。辛かったこと？いろいろ辛かったですね。僕ね食当が辛かったね。本当ですか？料理ダメなんですか？いや今は大好きなんだけど。そうですよね。正雄さんの昆布締め美味しかったですけど。そう今は好きなんだけど鼓動時代はっていうか研修生の時からもう料理みんなの大量じゃん。はいはいすごい量作ります。50人分ぐらい作りますもんね。それがすごい大変だった。朝昼晩。それが一番ですか？さすが。一番じゃないかもしれない。いやいやまあまだどちらか。俺なんだろうな。僕まあ自分の話で言うと研修生の時にまあ1年2年間って1年目終わったら自動的にこの2年になるんですけど、僕初めて鍼灸保留っていう。そうだったんだ。そうなんですよ。なんで？変わってないって言われました。1年間やって元が良い。やばい今度の人見てるから元が良い。そうだからその鍼灸保留ってじゃあ坂本君ちょっと鍼灸保留でって言われて鍼灸保留の意味が分からなくてはい分かりましたって言ってそしたらなんかみんな普通に鍼灸になってて僕ともう一人鍼灸保留になっててだからちょっとなんだろう1年から2年に上がるためにもうしばらく様子を見るみたいな1ヶ月ぐらいあったのかな。だからそこで最終判断して決定します。そうです。その期間はちょっとノイローゼ気味でしたね。俺研修生の時に悩みなかったね。マサルさん。研修生の時は悩みなかった。悩みましょうよ。1年だから。そっか。いやなんかありがたいことで地元の人が結構応援してくださっててなんかすごい盛大に送り出してくれたんですよ。で新幹線の片道切符だけ出してくれて、田舎なんでなんか意外と厳しくて
普通辛かったらいつでも帰ってこいって言ってくれるかなと思ったら、絶対に帰ってくんなって言われて、帰ってきたらまあプロになれなかったってことだから、まあありがたいんですけど今、でそんな中で進級不になったんで、やばい絶対に帰れないってなって、まあ無事にその後進級できたんですけど、よかった。はい、ちょっとこれ全然間に合わないですよ。はい、いきますよ。みどりさんからです。浅波の会員さんですね。はい。お互い好きなところや尊敬するところ、ここはすごいよってところはどこですか？お互い好きなところ、パパいきますよ。喋るのが早い。そうなんです。いいな、羨ましいなと。本当ですか？俺早く喋んない。そうですね。それって結構太鼓にも影響してて。早くマサさん好きなところなんだろう。いやこんな感じ、優しいですね。優しい。マサさんが怒ったところとか見たことないんじゃないかな。はい。ここはすごいよっていうところ、優しいところかな。優しいがすごい。すごい優しい。いやでもなんかやっぱり今その歌舞伎とかああいうところでその自分のなんか立ち位置みたいなのを築いていってやってるっていうのはやっぱり、いやそれはすごいなと。次いきますよ。もう一個みどりさんから、好きな食べ物は好きな食べ物は食べ物、お酒は好きです。酒は好き。酒に合うんだろうね。僕でもなんだろう、家がすごい山奥なんで魚を食べる文化がなかったんですけど、最近なんか魚が好きになってきました。魚うまいね。海の魚でしょ？はい。川魚は癖があるからね。そういうこと酒の魚の話してんのかな。酒の魚？いや何好きな食べ物あります？すぐ出てこない。出てこない。かぼちゃは好きじゃない、あんまり。かぼちゃ好き。いいんだけど。僕そう逆に嫌いな、僕梅干しがちょっと苦手なんか、あんまり食べれないことはないんですけど、またいきますよ。ヒラックさんから、子供時代お互いどんな印象を持っていましたか？その印象は当時と今で変化ありますか？変化ない。ないっすね。このまんまです。お互いどんな印象？いや性格がいいなと思って。本当ですか？社会的にも個人的にも社会的にもいいなと思う。周りに悪い人がいないとはよく言われる。良い性格だな。本当ですか？次行ってよろしかったですか？これいいですよ。これはなかなかいい質問。かっこよくて和太鼓奏者っぽい声を出せる発声方法を教えてほしいです。もう一回何？かっこよくて和太鼓奏者っぽい声を出せる発声方法を教えてほしいです。だからまあ和太鼓の発声をなんて読むんだろう、 JMNN さん、女性の方かな、アイコンが女性ですね。掛け声主張しないけど音量を出す。ちょっと分かりにくい。発声もでもあれでいわゆる掛け声じゃないですか。掛け声だね。はとか。そう、掛け声ってさ対象があるでしょ。でもあんまり対象を意識しちゃうと気持ち悪いんだよね。わかるかも。そう、対象を意識するんじゃなくて、対象あるけど対象ある場で対象を意識せずに出す。めっちゃ大きく出す。わかるかもって言ったけどわからないかも。でも掛け声得意ですよね。掛け声得意だと思う。得意ですよね。僕掛け声苦手なんですよ。どちらかというと。そう。声が歌もやっぱあんまり得意じゃないし、ただなんか頑張ってなんてだから多分はとかあるじゃないですか。なんかこっちで頑張ろうとするとこっちではって出てくる。あれはすごく軽いし、なんていうの。そこに声のプロも実はいるんですよ。そこに掛け声はしない。掛け声はしない。そういう掛け声はね。まあでもやっぱ腹から声出すというか、なんですかね。思いっきり出すよね。全然参考にならないですね。あんまり具体性を持たない方がいいね。具体的にこういうイメージで出そうとか言ってやるとちょっとね、意味が出ちゃうと場にそぐわない時がやばいかな。あとなんかその頑張りすぎて叫ぶような感じになっちゃうんですか。なんかその
いろんなちょっと失礼アマチュアのグループの方とか見させてる時になんかもう「はあ」みたいな感じのはあんまり美しくないかなっていうのは叫ぶね。はいはい。単純にあれかな、長いとこのシャウトっていう部分が長いとちょっと変な意味が出てくるのかもしれない。そうですね。なんかもうちょい下の方でこう「はっ」みたいな「ふ」みたいな感じの方がかっこいいのかなっていう。ちょっと松田さん、響かせちゃんとそこら辺頼みますよ。発声ワークショップみたいな。いやいやでもそれあったら逆に声出しワークショップ。この間なんだっけ小島千恵子さんと中込健太と一緒にワークショップちょっとやらせてもらう機会があったんですけど、中込健太の声がでかすぎて、声もでかいか。めちゃくちゃでかいです。ライオンみたいな声で「あーって言ったらもうみんなビビっちゃってすげえみたいな。いい声してるな。だからまあでもそうまあやっぱああいう人の声真似するのもいいんだろうなと思って。ですよね。理想の声を探していただければ。あ、そう真似するのいいね。そうですよね。僕哲郎さんの声真似してた。あ、そうなんですね。マジですか。俺どうしよう。マサルさんに教えてもらう。あともう一個。マトヨロンさん、読めないですね。MATYO、マトヨロンさん。どうやったら一緒に演奏できますか？一緒にワークショップに来てください。一緒に演奏できますけど。そうですね。ぜひサロンにも入っていただいて、てそうサロンもそうなんですよ。去年オンラインサロンの発表会をやったんですよ。それが思い返すとなかなかすごくて、要はオンライン上でやり取りしてるじゃないですか。もう実際に全員が揃ったのって本番当日なんです、発表会なのに。だから課題曲とか出して映像でいろいろそれぞれ練習してもらって、直前にちょっとだけ集まってそれぞれ練習はしたんですけど、それでなんかでもワークショップも発表会かもうすごい盛り上がって、それも面白いね。いやでも練習してやるっていうのもいいけど、合わせずにやってみるっていうのも面白いね。でも結構なんかすげえいろんな余計な緊張いっぱいしたんですけど結果的にすごいうまくいって、そうなんだからサロンに入っていただければ一緒に叩く機会もあるかもしれないかもしれないですね。はい、そんな感じで皆さんいかがでしたでしょうか？お酒飲んでますか？私はお酒とか、紅茶飲んでる人もいるかもしれない。そうですね。はい、私は明日は演奏があるので遅くならないように。僕はないです。明日競馬がね。いや知らないです。競馬？実家の馬が東京競馬。あ、本当ですか？出るんですか？7レースに出ますんで。それちょっと宣伝した方がいいんですか？楽しい。宣伝してもしょうがないね。マサルさんのご実家そう、実家の生産競走馬を育ててるんです。最初に言ったんですよ。そうの馬が東京競馬場の第7レースで。テレビとかでもやるやつですか？テレビではやらない。グリーンチャンネルでやって、わかんない。グリーンチャンネル。そう。民放ではやらない。興味ある方も多いかもしれないんで、競馬とか。競馬場行ってください。ぜひぜひ競馬の方も。はい。では皆さん長い時間今日お付き合いありがとうございました。こちらも楽しくお話しさせていただきました。どうやって締めればいいんですかね。楽しかった。そう今日これをやるにあたってスタッフの方もねここに佐藤アンナさんがそこにスタッフとして贅沢使いしてるんですけど、皆さんこれいかがでしたかね。また要望があれば次回とかもねやってみたいと思いますし、途中話がありましたけどマサオさんとまた一緒に演奏できる機会を。僕がそのサロンに出るってことなの？あります。ぜひ。そうですよね。ね。それこそ声のワークショップサロンでやっていい。そういうこと？ダメ？対象で。自分の声の出なさを。いやでもめっちゃ嬉しいですよ。サロン内でやれると。ぜひぜひ。僕も何かできることがあれば。お互い家近いんで。はい。では。坂本トークいかがでしたでしょうか。コメントしたい人の皆さん最後までコメントしまった。たくさん本当だ、たくさん来てました。ちょっとすいませんコメント一人ずつ返信できなくて申し訳ないんですけど後でゆっくり読ませていただきますので
ちょっとまだ子供メンバー見てます。水木とか見てる。この2人のトーク月1でやってください。月一3本飲み終わります。これはサロンメンバーですね。はい。あ、もうなるほど。なるほど。ちょっと皆さんすいません。時間がはい。最高でした。ありがとう。はい。時間がね。はい。だらだらねだらだらもよくない。そうはい。じゃあこんな感じでオンライン太鼓サロンとか、マサオさんの響かすもぜひ皆さん入会大募集ですのでお待ちしておりますので、じゃあ今日は皆様本当にありがとうございました。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。どうやって切るんだろう。